皆さんこんにちは。いつも動画をご視聴くださりありがとうございます。今回は桔梗朝の葉の刺し子付近を制作していきます。今回で7回目の動画になります。よろしくお願いいたします。はい、今日は刺し子をするというよりは経過報告の回にしようかなと思います。ではその前にまずは、ささっとね振り返り、しようかなと思います。まず1、2回目の動画では模様に関しての話になっています。特に2回目ではこの下準備済みのさらしに模様線を描いていくっていう、ところを動画にしました。次3回目4回目の動画では途切れることなくまっすぐ進める直線を優先に刺し子していきました。例えばこちら側の外枠からこちら側の外枠までこうまっすぐ途切れることなくいけるところで、そこから角を曲がって次々糸が残ってる限り指し進められるところを優先にやってきました。それが3回目4回目で、それが終わって5回目6回目の、動画ではよく見ていくとここがね一つ一つ三角形になってるんですよね。なのでこの三角形の中の線ですね、これを埋めていくラインを5回目6回目では実際に刺し子しながら刺し順を話しながら進めていきました。5回目の動画でチャプターで振ってます。全体的なその大きな流れを話して、その後にこの一つ一つの三角形の中の指し順を話してます。はい、5回目の動画でチャプターを見ていただければそこで説明しています。で6回目ではもうその説明が終わったのでひたすら三角形の中を刺していくっていう動画を、刺し子を進めながら投稿しました。でその後で今回が7回目になります。その6回目が終わって、例えば完成しましたまでいくとだいぶ飛んじゃうので、6回目が終わって、私の中では次回完成かなって思っているので、その前に途中経過ですね、6回目が終わって完成までの間のこの途中経過を一旦ここでこんな感じで途中経過ですっていうのを話そうと思ってます。それが今回の動画になります。指し順に関してはもう同じなんですよ。なのでこうやってっても5回目と6回目と同じ話になっちゃうので、それだったら全体的な進み具合を見ていただこうかなと思って今回動画を撮ろうかなと思いました。で6回目から見ていただいての通りに進んでおります。はい。でポイントとなってくるのが、あとまた詳しく話していきますけれども、ここ両端のここのラインになっていきますね。でこことねここがねちょっと刺し方を、結論言うとこっちを一工夫しました。こっち側を。なので次回また桔梗朝の葉を刺し子する時は私はこっち側の刺した感じでやろうと思いました。やっぱりどうしてもこれ桔梗朝の葉1回目なので、刺し終わった後にここもついでにやっとけばよかったみたいなね箇所がね出てくるんですよ。それが今回この両端の違いに現れているので、今回そこのことをね、今後の自分のためにももう忘れますから確実に今回一通りやって終わったと思って、何ヶ月後、何年後かもしれないけれどもまたやろうと色変えてねやってみようと思った時にね、絶対ここのねラインの刺し方であの時もこここうすればよかったって思ったんだよなって多分なるんですよね。なるのが分かるので記録、後々の自分のためにも記録しておこうかなと思います。はい。基本的にその他の部分は、5回目6回目の刺し順で刺していって同じです。ひたすら三角形を埋めていって、もうジグザグジグザグジグザグって言って、で同じところをまたジグザグって帰ってくるっていう感じ。そうすると
結果ここですね。ここが今埋まってる状態ですね。ここは埋まっている。でここはこれからまた埋めていくっていう感じなんですけど、今空いてる部分が裏から見てもらった方が分かりやすいのでひっくり返すとこういう感じになっていまして、空いてる部分がまずここですね。ここが1箇所、ここを1往復すれば OK。 そしてここですね、この間、はい、ここをまた1往復すれば OK。 そして今度ここを1往復すれば OK。 でさっき両端の部分がちょっと違う感じに刺してしまったと言ったんですよ。それで中途半端にここが残ってるんですよ。例えばここの三角形の中空洞になってますよね。ここでも反対側、はい、こちら側ぐーっとくるとほらこっちは埋まってるでしょ。これをね、ほらこっちは全部埋まってるんですよ。なので本当だったらこっちの刺し方をやった方が、こっちと同じようにこっちも刺していればここがね、ここが埋まってるはずなんですよ。ここちょっとね後で私頑張んなきゃいけないなっていうふうには思ってます。で結論、じゃあここなんで埋められたのと、こっちは空いてるのになんでこっちは埋められたのっていう話をすると、要するに、こっちで見た方が分かりやすいかな。ここは1往復で埋まってるんですよね。ここからここ1往復で埋まっている。だからここと同じですよね。こことここ同じですよね。ここも1往復で埋まっている。でここも1往復で埋まっている。ただ私ここを1往復で埋めるときに途中でここを埋めていけばよかったんですよ。ここでこっちではそういう風にしたんですよ。ここを1往復するときに1往復しながら近くを通ったときにわざとここもね刺してから戻ってみたいな風にやってるんですよ。でここを今回ちょっとね、こっち側じゃあどうすればよかったのかっていうのをね振り返ってこっからはね話そうかなと思います。これが次回これをまた色を変えてね刺し子する時のために話そうかなと思います。で何か指し示すもの針がいいかな。はい、今日刺し子はしないので指し示すための針でこれはこの三角形のところを埋めていく刺し順をもう分かってる前提での話になると思いますので、もうここの三角形を埋める例えばだから5回目とか6回目を見ていただいた方はが分かるような感じになります。今回こっから初めて見るともうどういうことっていう風な、分かりにくいですみたいな風に、いやそうじゃなくてもずっと私の動画は今回は分かりにくいと思うんですけど、分かりにくいですって言われちゃうのでもう先に分かりにくいですって言っときますねそういうコメントをいただくとすごく悲しくなっちゃうのでもう先に言います。分かりにくいです先に言っときます。はい、なのでその大まかなこの三角形をジグザグジグザグって埋めていく刺し方を5回目6回目の動画を見ていただいた方の方が分かりやすい。そこも分かってないとすごい分かりにくい話になります。はい、でここのジグザグっていく時に基本はまず、どっちでもいいんですけどね、このとにかく三角形を埋めていくんですよ。で三角形を埋めていく。じゃあここねまだこのジグザグをやってなかったとして、埋まってなかったとして、まずここの三角形を埋めるところから進めると、ここを三角形ちっちゃいとこ埋めてこういくんですよね。ここの交点を突きってまっすぐ行って、で次ここの三角形を埋めていくんですよ。今までのルートだったら。でここを交点を突きってここのちっちゃい三角形に行って、ここ突き当たり戻って、でまたちっちゃい三角形行って、でここが間違いやすいゾーンですっていつも説明しているとこなんですけど、ここで一回戻って、でそうすると三角形が埋まるんですよね。ここを1往復することによって。そしてここの交点
を突きってこの次のこの三角形ゾーンを埋めていく感じなんですよね。でこれがこの三角形のジグザグジグザグ5回目6回目の動画で指した指し順なんですけど、ここを今のようにやっていくとここが余るんですよね、結果。でこっからこっちがないからここだけが埋まらないまま後からここだけやるっていう、今ここがそうなまさにそうなんですけど、でそうなっちゃうんだって気づいてこっちでは埋めたんですよ。さっきも説明したようにここの三角形を今のルートを指しながら埋めていった。じゃあどういうふうに埋めていったかっていうと、こっちに戻ると、もう一回さっきのルートを話していきますね。まずここの三角形の中を埋めていく。だからここですよね。ここを埋めていく。でさっきこのままねこういって次ここの三角形を埋めるってさっき言ったんですよ。でこの時にわざとこうまっすぐ行くのを寄り道するんですよ。こう行くんですけどこれを寄り道しましてですね、ここまで行った。でこの交点まで行ったらここで左に曲がるっていう寄り道をするんですよ。いつもだったらここはこのまま行くんですよ。で次の三角形に入るんだけれども、ここを行かずここぐーっと行ったらここの交点で、こう行ったらこっちを寄り道します。これね寄り道しなかったのでここ入ってるんですけどなのでここを寄り道してこう行ったらここでこっち側に進みます。でここの三角形をこの三角形こういう感じでくるっと回るんですよ。くるっと回ってまたここを戻る。ここを戻るのはこことかでやってますからね、もう同じなんですよ。なので今までやった通り、ただここをこう行くのではなくてここをくるっと行くという感じですね。それで一旦こっち側に戻って、そうするともうここ埋まってるので、ここの三角形埋まってるので、そしたら次こっちに行くとそれでここ埋めるでしょ。ここ埋める。で今度はここ埋めたら今度こっちに行くってさっき言ったんですよ。こうだけど私はこう行く時にここ行ってまたここ埋めるんですよ。寄り道、そしてこの三角形を通り、ここを同じルート戻り、そしてまたこっちに行くって感じですね。なのでこの辺りを抜けちゃうね三角形のこことかこことかを通る時、だからここのルートとか通る時にこれ寄り道してあげる。ここでね、ここの交点を通る時にちょっとここを寄り道する。で次ここの交点を通る時にちょっとここを寄り道する。これを繰り返していくとここを刺していきながらここのね三角形を刺していきながらここも埋めることができる。それにねここをジグザグジグザグやるときはね気づかなかった後からこれだけ開いちゃうなって思ったんですけど、思いつついつもの通り刺してって見事ここが抜けてるんですよ。だからここの時はそっかここの通る時寄り道すればいいんじゃないっていうふうにやっとねひらめいたんですよ。やっとひらめいて今ねさっきこっち側で指し示した流れ話しましたけど、そのような感じでここの交点を通る時にここ寄り道、次ここの交点通る時にここ寄り道っていう感じでこっちはねやっていったんですよ。なので裏から見た方が分かりやすいんですけど、ここがねしっかりもう一番この外枠に沿った部分が今全部埋まってる。全部埋まってるのは寄り道をしていったからです。ここをね行く時だけどこっちですね。こっちはまだそこにね気づかなかった気づかなかったからここが空いてしまってるってことですね。だからね後からここ埋めなきゃいけないっていうなんとか頑張りますこれはね。
私の宿題としてなんとかちまちま埋めていこうかなと思ってます。はい。もちろん順番がどうであってもいいと思うんですよ。後からこうやって埋めていくでももちろん完成はします。ただやっぱり効率の良さちょっとこう負担感、これいちいちここで切んなきゃいけないかな、さらしとさらしの間通すにはちょっと長いかなとかね、そういうややすると負担感がねここはねちょっと残ってしまうんですよね。なのでそれだったらもうここをね進んだようにここをジグザグに1往復する時に確かにちょっと手間ちょっと手間なんだけど、ここを寄り道してあげた方がまだいちいち糸切らなくて済むんですよね。ここのところを刺す時に糸を切らずに寄り道してこのまま通した糸をねそのままの流れでもうずっと1往復すればここまで埋まってるっていう感じにできるので、その点が今回初めて刺し子することによって途中で刺してあげることの方が効率がよく刺し進めるなというふうに思いました。なのでこことここ以外に関しては5回目6回目で説明した通りの刺し順でやっていくとすんなり埋まるので、なのであとここ1往復、そしてここ1往復、ここ1往復、だから3往復すれば本来ねこっちと同じようにこっちを刺していればあと3往復で終わったんですよなんですけど終わらない。ここをここの外枠に沿った部分をなんとか後から埋めて、それをやることによって、完成っていう感じですね。はい、なので今回はね途中経過ですね。6回目終わってからの途中経過で特にこの両端の部分ですね。ここで抜けている部分の刺し方、これがいつもとは違うのでそこについて後々の自分のためにもいうふうにも思ったので話してみましたはい、あとは私は、ラストスパートですね。この3往復プラスアルファを刺し子することによって今回が7回目の動画になりますので次回の8回目で完成しましたというところを見ていただきたいなと思っています。はい、じゃあ改めて表がこのような感じで裏がこのような感じですので、裏から見てもここですね、こことこことここ、そしてプラスアルファこれが上がりましたのでそこをなんとかね頑張って埋めていきたいなと思っています。こっちかな、こっちの向きにくるっとしてということで、今回は途中経過ですね。6回目終わって次完成ってするにはちょっと飛びすぎでしたので途中経過のお話をさせていただきました。なんとか宿題を終わらせて次回の完成を目指したいなと思っています。以上で本日の動画は以上となります。もしよろしければチャンネル登録や高評価をしていただきますとこのように動画にする励みになりますのでよろしくお願いいたします。最後まで見てくださりありがとうございました。